どうもクーピーチャンネルです。嫁のクピコです。地震発生から今日で1週間経ちました。余震とかも結構あったね。そうやね、まだ震度5とか6とか昨日もあったし、ちょっとまだ怖いね。なあ、昨日から結構雪が降って庭もこんなにも積もっちゃった。そうやね、今年初めての雪やね。そうやな。うん。クピコの N 版もこんな感じで、また割と積もったね。なあ積もったな。前にワイパー出さずに去年放置してたらさ、ちょっと曲がっちゃってんな。あ、うわ、ほんまやね。結構北陸の雪はやっぱり重たいから、開けといた方がいいと思うわ。そっか。今日の動画は地震から1週間後どうなったのか、で移住して初めて除雪やね。そうやね。この関西人が除雪うまくできるのか、できるのかやってみましょう。そうだね、避難を想定して。そうやね。で終わってからキャンピングカーのタープ出して庭でお昼ご飯食べようか。お、いいですね。地震後すぐにやったのがこの防災リュック。これ今玄関置いてないな。そう、これすぐ買いました。これまた後で中身とか紹介しようか。そうやね。次大きい地震がまたあったら大変やから、通路作っとこうか。はい。現状なんですけど、この庭はもう真っ白です。でガレージの前にこの融雪装置、水が出るんですけど、なんかうまく機能しなくて今手動で出してました。で結構溶けました。まだそんなに積雪は高くなくて10センチぐらいでしょうか。マッシュのフロントウィンドウにもかなり雪が積もってます。これ屋根なんですけど、屋根の先の方は雪が落ちる仕組みになってます。雪国ってやっぱすごいですね。周辺除雪の前にさっき L 版これで雪を落とそうか。初めてよ。こっち側は柔らかいスポンジになってるから、ほんまやね。でこっち側はなんかヘラみたいな感じ。あ、こっちゴムやね。これ車用のやつやから一回やってみようか。これからスーパーとか行ってもこんな感じで雪積もることあるから、一回落としてみて。もう思うがままでいい？おワカーマークで。あ、出た。隠れてた。うわ、大きいよ。結構硬いやろ。そうやな、重い。でも楽しい。よいしょ。どう？上手やな。なんかここが難しい。結構溝があって雪埋まってんねんな。これちょっとゴムじゃなくてこっち側の方がきつきにくいと思うわ。こっちかい？こんな感じ。オッケー。次ね、屋根も乗ってるやんか。ほんまや。これ走行中走ってたらガタンってフロントウィンドウ落ちて見えへんなる可能性あるから、これも落としておきましょうか。はい、これさ、折りたたみ式のミニ脚立、これ台になるからこの上乗って、これラックあるからね、結構やりにくいから、この隙間からまあできる分だけ落としていこうか。それで落ちるね。引いて落としていこうか。すごいすごい。あ、いいじゃん。よいしょ。はい、だいたい綺麗になったね。一旦これで。これが大きくてさ、上に乗ってるじゃん。からラックがちょっと難しかった。入らなくて。邪魔やな。それかもうちっちゃいのがあればスーッといけるかも。前ねソーラーパネル乗せたんやけど今取ったから、ソーラーパネルあったら簡単に取れるかもしれんけど。ほんまやな、トゥルーってな。じゃあ庭の除雪していきましょうか。これアマゾンでね何種類か評価高かったやつ買ってんけど、まずこれが普通のスコップ。スコップやってスコップ。スコップ。でこれがアマゾンですごい評判良かった。あれ？持ち手が2つあるね。そうこれね、なんかこんな感じで持てるね。これすごいいいみたい。両手で使えるから楽なんかな。そうでこれがラッセルスコップって通称言うね。なんか細長いね。これでわーって雪を押すやつ。でこれがスノーダンプ、通称ママさんダンプって言われてるやつなんやけど、ママさん？これなんかめちゃくちゃコメントでママさんダンプ、ママさんダンプ言いますよみたいなあって、ママさんダンプって思ったよね。初めて聞いたことないね。何やねんそれって思ったんやけど、聞いたらすごいいいらしくて。あ、そう。思ってるよりでかいよねこれ。そうやな、できるかな。これでショコやったかな、 S やったか忘れたけど、これでショーなん、
今日はちょっと一回関西人が初めての除雪やってみましょうか、うんうん、やってみよう。で服装やねんけど、うん、それ島村で買ったよな。これ島村で買った、うん、なんか安くなってた。それはどんなやつ？これね、うん、撥水がいいって言ってたでしょ、うん、だから撥水でなんか風通さなくてあったかいやつだって、うん、これはクーピーさんがくれたあったかいズボン、そうそう、スキーウェア的な感じだな。そうそうでスノーブーツ、これも島村で買った、で俺はもうスキーウェアみたいなやつで、スノーブーツで、でこれがモンベルの結構いいやつやねんけど、これがすごいあったかくて、でこれで結構撮影とかもしてたんやけど、気づいてんけど、ダウンがすごい熱くなってね、雪かきしてると、で脱いだら雪で濡れるし、だから除雪の服ってすごい難しいなと思った。むずいね、そうか。何が正解かちょっと分からへんけどほんまにもうやりながらそうやね、あったかかったらいいっていうもんじゃないっていうのが分かった。体動かすからすぐ熱くなるんや。そう、この辺はすごいなんか奥深いなと思った。ベンチレーター機能のある服とかがいいんかなとか、この辺はやりながら探っていきましょうか。はい、なんかここまでの厚着したん初めてやけど、すごい全然寒くないね。これ着てたら全然寒ないやろ。全然寒くない。でも動いたら暑なんだよな。難しいね。そうが難しい。昨日俺 YouTube で雪かきの動画を結構勉強しててな、でその中で、なんか雪かき10か条っていうのがあるみたいで、10か条、いろんなあんねんけど、大切なのが準備運動1で、重ね着をするで3、体全体を使う、なんか腰を痛めんねんて、その辺がすごいなんか初心者は大事かなと思った。スコップも持ち方があるみたいで、こっちがこの柄の方をそう逆手で持つんやって、逆やそう持つんやって。そうなんや。でこっち側をその上からかぶさる感じ。こう、そうそう。うわ、思いつかんへんなこれは。それで一回やってみる。スコップもう一個あんねんな、この絵がついてるやつ。これね、これ一回やってみる。どうやるんやろ。いきます。ああ、なるほど。合ってるんかわからんけど、なんか軽い、意外とやりやすいね。どうやった？どっちがやりやすいとかあった？そうやな、なんか意外とこのオレンジの方、なんかここを持てるからなんか力が楽にできたな。体勢楽やね。そうだね。じゃあ次はこのママさんランプ出ました。やってみましょうか。やってみようか。まずは雪をすくっていきます。よいしょ。方向転換していけ。で少し先を上げてね。先を上げて。そんなら移動しやすいって書いてた。どう？いい感じ。つるつるっていくね。投げてみて。よいしょ。こんな。ええ感じ。俺もやっていくね。うわ、いっぱい。すご。よっしゃ。おお、上手。ママさんダンプならぬおっさんダンプやな。誰かや。ほんならどんどん除雪していきましょうか。はい。はい、とりあえず、結構雪減ったから、これでいきましょうか。はい。これでまた大雪降っても、そんなに傘は増せへんやろ。そうやね。余震大きいの来ても車ですぐ移動できるし、これやったら。次大雪降っても自分で除雪できそう。そうやね。一回やっといたらな。そうやな。今日な。この庭、雪見ながら、マッシュのタープ広げて、お昼食べましょうか。いいね。お腹空いためっちゃ。なあ。オッケー。これで雪もかかれへんし、ここにテーブルセット持ってくるわ。これでゆっくりちょっとご飯食べながら、あれ家にさ、おにぎりあったやんか。あるよ、作っといた。でウインナーもあったから、ここでちょっと焼きながらいいね、いただきましょう。はい。よいしょ。うわー美味しそうな食べようか。あれ、お箸は？お箸忘れた。マッシュの中の持ってこいか。こういう時キャンピングカー横にすぐあったら便利やな。ほんまやな。
キャンピングカーの中にホットプレートありましたんで、こちらを使用します。電源なんですけど、キャンピングカーのサブバッテリーの電源を使います。現在 96% です。ここの AC コンセント使えるようになりましたんで、延長コード挿します。この椅子、いいやろ。なんかいい感じ。こっち座りや。こっち、いいの？やっこれのポータブルバッテリーのエコフローさんがクリスマスプレゼントで送ってくれて、すごい嬉しいね。感謝感謝。よいしょ。あ、めっちゃいい感じ。俺はこっちに座ります。ホットプレート、あれも出えへんようにまたアルミホイル敷いていきます。はい。斜めになってるな。ほんま？これ押すわ。あ、おー、平らになった。すごい。いや、タコさんウインナー投入。おにぎり、お腹空いたわ。めっちゃお腹空いたな。これ前視聴者さんにもらった鶏肉の炊き込みご飯の素で作った。めちゃくちゃうまそうやな。そう、今日は全部家にあるもので作った。焼けてきたね。焼けてきたよ。タコ。おお、上手やな。お、ありがとう。2歳児タコさんウインナー炒める。タコできた？タコはまだ？なんかそういう屋台みたいじゃない？ほんまやな。お、できてきたね。ありがとう。食べようか。はい、いただきます。いただきます。美味しそうや。熱々で美味しい。美味しい。おにぎりもいただくな。しみるな。除雪の後のタコさんウインナー。いただきます。すごい好きな味。どう？美味しい？やっぱ除雪の後はウインナーやな。おにぎりちょっと冷たいから、ホットプレートで温めようか。あ、いいね。地震から1週間経ってさ、地震直後意外と自分たち防災意識が光ってんなと思ったよ。そうやな。なんか自信はないものとして捉えてたかな。その後すぐ Amazon とかでいろいろ頼んだよな。そう。とりあえず防災リュック2つ頼んで、今とりあえず1個来た。免許証とか保険証とかも一応コピーしといて、すぐ出せるようには。そうだね。リュックの中に入れてね。あとウォーターサーバー、今家にあるやつは、あれもし停電しても、タンクに水を入れてれば、電気が通ってなくても水は出せるの。だから減ったらすぐ追加しとこうと思って、断水してもタンクの中に水があればとりあえずその分は飲めるからね。防災リュックちょっと見てみようか。これが防災リュックやんな。そう、買ってみたけどなんかいっぱい入ってるみたいでね。おお、ほら、ほんまやね。いっぱい入ってるね。懐中電灯や歯ブラシ、携帯トイレ、この辺嬉しいね。アルミブランケットとかもここら辺防寒用具ですごくいいね。大事やな。なあ、今の時期特にね。あとはもう本当必要なフォークとかお箸とか、ドライバーとかカッターとかね、いろいろ入ってる。いいね。これ Amazon で買ってんな。そうそう。それでこれプラス自分自身で必要なものを追加していこうか考えて。2個頼んだうちこれはクーピーさん用のやつやねんな。でクーピーコ用のやつは女性用防災リュックってのがあってそれ頼んでみた。基本的なものは一緒やけど女性用のは生理用品とかドライシャンプー、水がなくても髪洗えるやつも入ってんねんて。あとキャンピングカーにアルファ米とかたくさん積んどいたから、あ、ほんま。前やっぱ1泊2日で結構なくなったから、そうやね。やっぱり1週間ぐらい、まあ最低でもやっぱ3泊4日ぐらいは食べれるようにしといたから。ありがとう。1週間前地震起きた時は、被害状況がはっきりよく分かれへんかったやん。実際に結構隅々まで見たら、家がやっぱひび入ってるとこあったね。隙間空いたりとか。よう見たらね。これ一旦工務店大工さんに見てもらって、また修理してもらおうか。ちょうどほんまに、移住してきてすぐやったんやか。火災保険入ったばっかしやね。で地震のやつ項目チェックしといてんちょうど。あ、そうね。それで治るんかちょっと分からへんけど、まだこの家は古くないやん、そこまで。そうやな。2000年以降に作られた家やから、耐震基準、新基準の方やから、最新のやつやねんな。だからまだ被害が少なかったかもしれん。あとはガレージのシャッターがね調子悪くなってたりとか、細かいとこは多々あったけど、
一回ちょっと落ち着いたら、うん直していこうって感じかな。そうだね。勝ったばっかしちゃったよな。ほんまやな。まあでも元気で体はいけるからね。そうだね。そんなもんなんとでもないことだよね。うん、生きてたらな、うんなんでもええわ。あと面白いのが、モグラ出てきたな。あ庭の土が端の方がもっこりしとって、あ、盛り上がってたあれモグラね。らしいなんか。そう言われてよう見たら穴がちゃんとあって、モグラってほんまに多いねんなんか聞くところによると、な。うん。モグラの穴膨らんだりすると、うん地震の前とかだったら予兆があるとかね、そんなんもなんかへえネットで見た方やっぱ動物ってそんなの感じ取れるんかな。かもしれんな。当時はさ、うん。もう食料が全くなかったやん。そうやね。うんコンビニと街の中かでしょ。うんうん。トラックが入れへんし。そうやな。スーパーね、昨日ちょうど行ったけど、うん。ほぼいつも通りやけど、よく見たら地震の影響で入荷できてません、うん目処も立ってませんっていう商品は何個かあったな。あ、ほんま。あと水のペットボトルはお一人様2本までっていう制限がかかってた。制限かかってたんや。うん地震後やねんけど、うん、なんかちょっとやっぱ揺れに関してトラウマなったよね。そうやな、今余震もまだ続いてるけど、ちょっと揺れただけでもビクってなっちゃう、頭よぎるよね、あの当時のそうすなんか。ごい怖いかな。あの時の本震ってさ、強いの来てそのさらに強いのが連続して長かったから、そうやね。今でも余震来たら、うんこの辺りもっと強いの来るんちゃうかってやっぱりそうやね体が構えるし、で猫もさ、うん、すごいちょっとの余震でも、ああ、もうそうやね顔が引きつってるというか、怖かったんやろうね怖かったな。うん、なんか部屋ぼけしてたよね。そんな地震あると思ってなかったっていうか。でももう今は子供がおるからさ、子供を守らなあかんと思って、なんか自分ら2人だけやったらあんな避難とかいけるやろと思って、もしかしたらしてないかも。そうやな。うん、すぐ動けるしね、そうやね。一人二人やったら、子供やったらすぐ動かれへんからな。そうそうそう、本当にそれが使命なんやと思ったな。なんか人生観変わったよな。そうだね、なんかありきたりの言葉やけど、いつもの日常は当たり前ではなかったことに気づいた。でまた明日すぐ亡くなる可能性があるっていうのも気づいたし、そうそうそう、突然お別れする可能性もあるんだからさ。今までなんか遠い話だったと思ったけど、そもう自分たちのことなんやなっていうのが分かったね。う、もう喧嘩しないようにしようと思った。キャンピングカーで避難して車中して、今まで遊びでね、旅行とかやったけど、被災者として車中したの初めてやったや、それで感じたことやねんけど、キャンピングカーでの車中は普段からやっていきたいなと思った。やっぱりやってなかったら急に行ったらさ、慣れてなかったら準備もかかるし、で何より首身が泣いちゃう可能性あるやん。そうやな、初めてのとこはな戸惑うかもしれへんし、そうそう、みんなでやって慣れとくってのは大事やね。で定期的にここで寝ましょう。あ、そうだね。で雪国になったから4区にいずれ帰ってんねんけど、大きい方がやっぱいいなと思った。こういうこと考えると、ほんまやね。前はねどこでも行けるちっちゃい方がいいかなと思ってんけど、確かに。ちょっと考え方がキャンピングカーに対しても変わってきたわ。で普段からここでもやっぱり一食車中飯作った方がいいなと思った。毎回コンビニとかスーパーのお惣菜やったら、まあ楽でそれもいいねんけど、防災面としては汚れ出せへんかったりとか、汁の処理であったりとか、今回すごい役立ったから、今回キャンピングカーの避難で感じたことやねんけど、まあ、車やからすぐどこでも行けるやんか、けどさ、やっぱりまあ家も心配っていうのもあるから、その戻ってこれる距離でできるだけ安全なとこ行こうと思ってさ、最初山行ったら、けどよく考えて雪崩あるやんってなって、その後に平地の公園の駐車場で車中したけど、右往左往してしまったな。行く場所が決まってなかったら難しいなって、行く場所決めてなかったから土地勘もなかったっていうのもあるけど、後ってよく考えたら避難所に行けばよかったね。それも思いつかないぐらいパニックやったけど。そうやな、結構避難所もあったみたいやから、次からそこに行きましょう。で移動してびっくりしたのが、山越えるやんか、なら違う世界やったね。まあ当たり前やねんけど、その現地ではみんなパニックやけど、一つ山越えるともう全然違う普通の世界当たり前やけど、やったっていうそれがなんか同じ日本やけどこんなに違うんやっていうのが移動して分かった。前回の避難車中泊の動画を、まあ結構本当に iPhone 1台撮ったから
そうねクオリティ低くてどれでるか分からなかったけど、うんまあ出して結構反響はあったやんか、そうやね、何千件とコメントあったし、うんいろんな人が見てくれて、うん自分も準備しようと思いましたとか、その心を動かしてくれた人もおったみたいで、嬉しいな、よかったと思う。それで実際にな地震あった時にうんその人助かる可能性も増えるし、うんあとやっぱキャンピングカーは防災にかなり有効っていうのが、自分の中でもそれ常に発信してきたから当たり前だと思ってたけど、意外と興味のある人がやっぱりキャンピングカーってそんなにここまで防災に有効っていうのを知らんかった人が結構多くて、それはこうキャンピングカー業界にとって良かったんちゃうかなとは思った。コメントでみんな心配してくれはって、日本中からもそうやし海外の方からもいっぱいなコメント来ててな、心が温かくなったね。みんな心配してくれてね、いろんな国の人が見てくれてるっていう、でそのあったかい言葉でなんか、こっちが勇気づけられたというか、YouTube で発信しててよかったなと思ったわ。そうだね、あとコメントで、いろんな知識をなんか皆さんのやつ教えてくれて、その中で山津波ってあったよな。あったね、山津波って何って思えへんかった、初めて聞くワードやったけど、なんか海から津波が来て川を登って、なんか逆流するんかなとか思ったけどそうじゃなくて、調べたら、山の川で地震が起きてせき止められてどんどん池みたいになっていって最後決壊してブワーって津波みたいになるっていう山津波、そういう危険性もあるんやと思って。なるほどね、雪崩だけじゃないんや、山津波もあるんや地震は。知らんかったね、知らんかった、めちゃめちゃ勉強になったわ。なんか他はコメントでもう自分は東日本大震災を経験して、もうそれからガソリンは半分を切ったらすぐ追加するようにしてるっていう人も、それは本当に参考にしようと思った、俺も思った、早めに満タンしとこうと思った、ガソリン結構大事、でもあれやな、1月さ最初撮影に行こうとしてるのさ、能登半島やったよな。そう言ってたよね、まさかこんなことになるとは、もう2日ぐらいから行こうかなと思ってたもんな、いつどこで何が起きるか分からへんっていうことが、分かったから、今起こったっておかしくないんだから、そうその気持ちで、でこれからは、仕事もお互いも始まって、ね、別々の時間が増えるやんか。そうだね、だからキャンピングカーで車中泊とかすぐ行ける状態にはしといて、お互い別々でおってもなんか、連絡取れる状態と、すぐに動ける状態にしといた方がそうだね、状態に、まだ予断を許さない状況やけど、乗り越えていきましょうか。もしクーピーさんがマッシュで撮影とか外行ってる時に地震が起きたら、クピミちゃんと N 番で2人で避難しようと思ってるけど、でも今後のためにマッシュの運転も練習しといた方がいいよね。そうやな。一回もしたことないもん。俺もしかしてなんか運転できない状態の場合もあるかもしれんから、あとそれも練習していきましょうか。できるかな。またその辺もサブチャンとかで配信していきましょうか。そうだね。寝ちゃったね。寝たね。家帰ってお風呂入りましょうか。はい。この寝顔をいつまでも守れるように長生きして。ほんまやね。ちゃんと避難しよう次も。タッコさん。タコ。